レントゲンだったり MRI だったりを取って、その背中の痛みっていうのは肩甲骨そのものの痛みではなくって首の障害ですよっていうお話をしたじゃないですか、首のレントゲンを取ったり MRI を取ってみると、首の中に特に下の方ですね7個骨が首にはあるんですけど、6番7番っていうところ後で画像もう一回見てみますけど、そこが悪いことによってこの首の神経が右側の肩甲骨の背中の方に来てそれが痛みをもたらしていたと、痛みとしびれが特に強かったですよね。そこで私は、まず首の姿勢を良くすることをしっかりやってください。お薬や注射ではなくまず首の姿勢を整えるということからやってくださいっていうお話をして、まず第一に枕の高さを、整える、今日持ってきてくださったんですね。枕の高さを整えることをやってください。これは夜中中いい姿勢になります。そして日中は、パソコンに向かうとき同じ姿勢をずっととってしまうときは、首枕をつけるとしっかり首に支えてあげるといい姿勢をとるためですね。そしてもう一つが胸を張って顎を引くという意識の問題。この3点をしっかりやっていただいていかがですか？やっぱり最初の時と比べて朝起きた時のそのしびれの感じはやっぱりなくなりましたね。完全になくなりました、ああよかったです。朝は完全になくなったんですけど、やっぱり夕方とか日中、仕事の日はそうなんですが、夕方ぐらいにちょっとじんわりしびれる時はあるのはたまにありますか？ありますけど、絶対最初と比べればその程度は低くなったかなと。低くなった、たまに気になることがあるっていう程度ということですね。わかりました。じゃあまずは朝起きた時の症状は完全にほぼ消失し、パソコンとか長い同じ姿勢をずっととってしまう時は多少そのしびれが戻ってしまうことがあるということですね。わかりました。じゃあそのいい方向にもう解放して良い方向に向かってはいるものの、それがまた原因として残ってるっていうところの画像診断っていうのを今日はしっかり画像を撮って調べていきたいと思います。お願いします。じゃあちょっとご説明しますね。大変でしたレントゲンと MRI？ やっぱり MRI じっとしてるのが辛いちょっと辛かったですか？じゃあしっかり検査していただいたので今日検査結果見てみますね。前にあったねデータがちゃんと残っているので、その2つを比較していくような形で見たいと思います。じゃあまずこれ首のレントゲン検査、首の骨を見ている検査です。逆に言うと椎間板や神経、脊髄神経、こちらはレントゲンでは映りません。骨がメインで見ていくものです。ちょっと比較にですね、これとこちら見てください。24年の12月に撮ったもの、今回25年12月1年間の変化を見てまいりましょう。やはり少しだけ首がちょっと右に傾いてるんですけど、それまだありますけれども前ほどの大きな傾きではないですね。いいですね。横から見ていただくと、やはり、37歳、この時は36歳の年齢で考えせると、お首の中の骨一つずつの骨は四角がいいんですけれども、ちょっとこういう湾曲であったり、角が少し白くなって尖ってきたり、ここもそうですね、骨の先っぽがまっすぐではなくてちょっとこう出っ張ってますよね。ここが一番大きいんですけど、大きくこう出っ張って上と下の骨がちょっとこうつながりつつあるということで、下の方が悪いわけです。絵に描くと横向きで23456個骨がありますけれども、顎側、前側と後ろ側ですね。で特に3番から下、前にも言った2番と3番が融合をついてつながってますので、これが融合をくっついています。で4番5番6番が下がちょっとこう湾曲化していて、
で特に一番出っ張ってるのが6番と7番ですね。後ろがこのように変形、形が悪くなってしまうとなぜ良くないかっていうとですね、レントゲンでちょっと映りませんけど真後ろに神経があるからなんです。この神経にこういった骨のトゲ、交通極と言いますが、骨のトゲですね、骨極がぶつかることで神経を痛めてしまって辛かったしびれが起こると。で見ていただくと前と比べて実はほんのちょっとですね、やっぱり出っ張りが大きいかなと、極端には大きくないんですけど、ちょっとやっぱり厚くなっているところがあります。はい、ただ、このわずかな変化ですのでそんなに神経に大きく影響するとは思えない、そんなに大きな差はないですよということですね。あとは全体的なこの傾きっていうのも特段悪くはなっておりません。はい、世の中でいういわゆるストレートネックという状態ではあります。まっすぐっていうことをストレートと言いますので、ただしストレートがあるからっていい悪いっていう意味で言うと関係ないんです。実際に以前症状があった時にもストレート、現在もストレートだけど症状は改善してるっていうわけなので、ストレートだけで首の痛さと関連づけるのは科学的には根拠がないです。はい、じゃあここから前後に動いていただくお辞儀をした時、はい、以前のもお辞儀をした時、これですね、首がここでガクーンと曲がってしまうんですね。はい、どうですかね、前よりか安定してると思います。この角度ですね、明らかにどうですか。ほら26度も前かがみになっていたんだけど今14度ぐらいになってるわけですから、以前はお辞儀をすると首がガクーンとこうなってたんですけど比較的安定している状態になってるんじゃないかなと。お辞儀をしてくださいって言った時に自然にこうお辞儀をしていただいたと思うので、力任せにやってるわけではないので、自然のお辞儀の中で、比較的首がぐらぐらっと前に倒れてしまうっていうのはある程度安定しているのではないかと思います。はい、今度後ろに反っていただきます。はい、反った時もそうですね、まさに20度ぐらいありますもんね。同じ場所で撮ってる20度と、14.5 度ということで、首のグラグラっていうぐらつきは比較的改善していると思います。はい、よかったと思います。1番5には洗いで見ますけど、6番7番っていうところが悪いところなので、どうしてもそこを中心に首がぐらぐらとこう揺れてしまうっていうのはあるんですね。はい、じゃあ今度、少し斜めからお体を見ます。ちょっと体を斜めにすると脊髄神経から細い一本一本の神経が経神経、首の神経が出てくる穴が見えてます。この丸穴から1本ずつ神経が出るので、丸い穴が小さくなると神経を締め付けます。だけど右の穴全部きれいですね。はい、以前と比べて1箇所も狭くなっているところがありません。はい、今度は左の穴です。これ左の手に行く神経も出てくる左の穴、これも全くもって潰れたところはないということが言えますので、斜めから見ても障害はないと思います。首が一言で言うと安定したなっていうことがわかるんですよ。はい、じゃあ、レントゲンはそういったことで骨の変形はまだありますので、変形性頸椎症っていう障害の名前には、傷病の名前には変わりはありません。しかし
この1年間で悪くはなってない、進行してないっていうことは素晴らしい、いいことです。はい、進行なしというふうに考えてください。そしてお辞儀をした時の首のぐらつきですね。ぐらんとなる不安定な状態、これが完全ではないにしても少しずつ安定してきているなっていうことが、今回分かりましたので、はい、よろしいかと思います。はい、じゃあこれにさらに MRI を重ねてみてみますね。MRI は先ほど申し上げた骨以外のもの、椎間板であるとか神経が見えてくるわけですね。はい、これ横向きで、ここに顎の輪郭、喉があります。骨の間に椎間板がありますが、前にもお話したの覚えてます？黒いということ。はい、これは水分がないということですね。これも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 首の椎間板はすべて水気がなくなってしまっています。4つですね。で、水分がなくなるとどうしても弾力性がなくなるので、椎間板の水が減ってしまって弾力性が乏しくなります。弾力性がなくなるとどうしても潰れた分椎間板がはみ出してくるということが起こるので、よく見ると、ほんのわずかですけどね、少し膨らんでいて、でどうしてもこれだけはちょっと大きく出っ張ってます。はい、2、3、4、5、6、7、6番、7番がやや出っ張りが大きいと。6と7が最も大きいところですね。ではその真後ろに脳みそからつながる神経が見えています。この周りに白く見えるところ、髄液というお水が流れている空間で、言ってみればゆとりの空間です。この神経が見えていて、その周りに水の空間があると。じゃあよく見るために、今までこう横から見ていた図を今度は、足元から頭の方に断面で切ってみていきます。はい、そうするとこのような図が見られます。はい、一番上ですね。とても首の神経の周りが広々しているところ、この状態では神経の周りにお水がたくさん入っていて、椎間板と神経がぶつかったりしていません。はい、だんだん下に降りてきます。この辺でちょっと狭くはなるけど当たったりはしておりません。はい、ここで初めてちょっと軟骨が出てきます。これはわずかです。で、最後のところ、ここがやっぱりちょっとこんな感じで出てるわけですね。ちなみにこれは頭の下にしっかり枕を入れて撮影していますので、非常に首の角度がいいんです。はい、で、中身はちょっとね、右側に出てる。こっちが右側でこっちが左ですので、右寄りには少し出ています。はい、で、先ほどのこの辺りは大丈夫なので、そうですね、一番上も少しだけ右に出っ張ってます。はい、じゃあ今度枕外しました。どんな感じしました？枕ないと時間経ってくる、痛くなってきた、首が痛くなってきた。枕ないと頭ガーンと下がっちゃいますからね。見ててください。顎、喉、首、そしてここに枕がある状態。言ってみればこれを90度倒すことでこんな感じ。ここに枕があって、で首がスーッと、神経もスーッとまっすぐ綺麗な状態になってるわけですね。はい、じゃあこれ枕ないとどうなるかっていうと、こうなります。わかりますか？まっすぐだった神経が
一番ご本人の悪いここで真っ平らになっちゃうわけ。カクンと首の神経が折れてしまうわけですね。いかにも痛そうじゃないですか。それぐらい枕がないと首の角度がガクッと悪くなるわけです。はい、じゃあこの状態で今どういうことが起こっているのか。はい、じゃあまず一番上ですね。一番上で見ると、比較的神経の周りにはゆとりがたくさんあります。はい、だんだん降りてきます。先ほどちょっとしか出てなかった椎間板が右から大きく左まで出てきちゃうんですね。こんな形になっちゃいます。はい、次、これもそうです。真ん中出っ張ってしまってとうとう神経に当たってしまっているんですね。はい、白いところはないですね。出っ張って神経に当たってしまっていると、神経と椎間板がぶつかってしまいます。はい、次、これもそうです。右にボコ、左にボコ、2箇所も出てしまう。これぐらい神経に右左の障害が出やすい状態が作られてしまう。では一番悪いところ、これです。どうですか？もう真っ黒いのがここまで出てきて、右のみならずぐーっと左まで出てきて、神経は後ろに追いやられてしまうので、全くここに隙間がなくなってしまうんですね。このぐらい首の角度が悪いと椎間板の出っ張り具合が大きくなって神経を後ろに押していくということが分かりました。はい、この図よく見といてくださいね。一番狭いところが大体7ミリぐらいで、最も広いところで今9ミリぐらいですね。枕をするとこんなに白い水がたくさんあってゆとりがあるんですよ。全然違いますよね。このぐらいですね。空間としてはわずかな差なんですけれども、いかに神経の周りに明るい水の入ったゆとりの空間ができるか、これが枕がしてくれることなので、やはり角度ということがとても大事。その角度を決めるのは枕の高さなんだと考えていただければと思います。はい、一応ですね、ちょっとこの椎間板のヘルニア部分を古いやつ見せますね。はい、23年の状態ですよ。23年の状態ですと、そうですね、ヘルニア自体はあまり変わりません。悪くもなってない。ただ完全に持ってるわけです。特に右から真ん中のヘルニア、これはもともと持ってたし今も持っている。はい、これ23年ですね。でもう一度これが25年ですね。同じように持っているのは変わりません。だけど環境を良くしてあげると症状が軽快する。全然背中の痛みがしびれが起こらない状態も作れるわけなので、インフラ姿勢っていうことが、とても大事っていうことは今回分かったかと思います。はい、ちょっとですね、今日、レントゲンも撮ったし MRI も撮った、この画像の問題点と症状が軽快したっていうことを踏まえて総合的に考えると、何よりヘルニアの患者様もインフラを整え、寝る姿勢を整え、また起きている時は首枕で首を安定させる。そして意識を持って顎を引いて不良姿勢にならないように注意する。これが症状を出さないための最大のポイントだっていうことが分かっていただけたかと思います。はい、大丈夫ですか？はい、よくわかりました。
っぱりヘルニアは、まあ、治るというか治らない、ヘルニアはやはり一度出たヘルニアはなかなか戻らない、ただし先ほど言ったように枕がないとあんなに悪い姿勢になって神経の周りが締め付けられるわけですから、締め付けられないような環境を作ることこそが大事だと思います。でも首がこうぐらつきが安定したっていうのは嬉しいですね。そうですね。ですね。それはおそらくご本人の意識、しっかり胸を張って顎を引くっていう意識を毎日持ち続けたっていうのが大きいんじゃないでしょうか。はい。これからもちょっと、いい姿勢をぜひ続けたいとやってみてください。はい、ありがとうございました。